はい、どうもこんにちは。今日は直旅についてやっていきたいと思います。で、このね、直旅なんですけれども、このね、ソールがしっかりと厚いソールね、ついている直旅です。で、基本的に登山とかされていると、たまにですね、長靴を履かれていたりとか、直旅ね、トレランをされていたりとか、そういった方ね、見るのも多いので、私もね、結構山歩きするときにですね、靴結構気になるので、今回、このソール付きのものを試してみましたというところで、個人的なね、結果というか、学びをですね、シェアしていきたいと思います。マルチモーダルな旅。はい、というわけでなんですけども、なぜこの直旅やろうかなと思ったとかっていくつか理由がある。一つ目はこちらのモンベルの沢サンダルかなと言われるもので、これまさに直旅な、これは沢登りのために、ね、作られている直旅になっています。でね、水の中歩くためのこのアクアグリッパーっていうソールができていて、でね、やっぱり岩登りというか、クライミングというか、要素がある沢登りの中ではすごくクライミングやりやすいのがすごい特徴かなと思ってます。ただ一方で、ね、やっぱり直旅ソールがすごく薄いので、トレードオフとして足や裏が痛くなっちゃうっていうのがありますと。これを使うときに、この沢サンダルのアタッチメントで沢登りのフェルトをアタッチする。ここのフェルト結構厚いんで、分厚いソールの役割を出して、これをアタッチした状態だと、結構これでも長く歩いてもね、良かったりなってします。という、経験がありました。そこで、今回、沢登りじゃなくてですね、普通の登山道を歩くときに、直旅を使ってみようと思ったのは、先ほどの沢サンダル使ってたからなんですけども、やっぱりアタッチメントみたいなものが欲しいなっていうことで、このソール付きのものを買ったので、実際どうだったかっていうのを話していこうと思います。ソール付き、直旅の良かった点。はい、でまず良かった点からなんですけれども、基本的にこの旅って、やっぱりここの特徴として、親指のところで分かれているので、やっぱり母指球でしっかり地面を押していくっていうことができるので、例えば前につま先が前に行き過ぎ、靴のつま先角と当たって特に下りとか痛いみたいなことが結構なかったり、結構足さばきというね、本も結構布一枚なので、結構良かったりして、非常に歩きやすくなっているような面はあるのかなというふうに感じます。特にね、何もない平地とかだと非常にいいのかなというふうに思います。ただ、ちょっとデメリットなんですけれども、デメリットというか、これ履くときね、この金属のチップみたいなもの、これを1個ずつで、この縫い目にかけて、要は靴を留めていく。で、そうすると何が起こるかっていうと、まず、これをやること自体が結構めんどくさいな、脱ぎ履きがちょっとめんどくさいなっていうのがあるのが一つと、靴紐がないんですよ。靴紐がないので、しっかりと足にフィットさせるっていう、絞るっていう動きが、基本的にこのタイプのものはできないです。マジックテープのタイプもあるみたいなので、そういうのは少しいいのかなと思うんですが、この一般的にこの変な金属のチップを使うタイプだと、やっぱりですね、足をしっかりとフィットさせるっていうのが、ちょっと難しいなって思うところではあります。はい。これ使うときに、次に靴下なんですけど、私ワークマンの靴下使うんですけれども、先の割れた靴下あるので、それを使ってます。直旅やる方、靴下履きませんという方もいて、足の感覚ね、地面と足の感覚を大事にするために、履きませんという方も結構いるみたいで、私は多分それやると汗とかが結構染みちゃって汚くなるので、靴下は私履いた方がいいかなと思いね。で、直旅って割と見ていただくと結構ミドルカットシューズぐらいの高さがある。なので、どうしてもここの中の布の、ここが結構足に擦れちゃうってことがあって、痒くなったりとか、私はあったので、できるだけその靴下も長めのハイカットの靴下みたいな、ハイソックスじゃないですけど、そういうに近い方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけでね、ちょっとまずざっと説明させていただいたんですけれども、山で使うときにちょっとこういう形のものなんだなっていうのでございます。で、実際にこれで山を歩いてみてどうだったかっていうところなんですけれども、まず一番ちょっとクリティカルだなと思ったのは、やっぱり滑りやすい、やっぱり岩にすごく弱いなっていうのを思いました。で、岩そのものはちょっと濡れてて、例えばちょっと苔がついてる、例えば沢登りからよくあるようなシチュエーションで、普通に足をもう全然このソールが想定してないようなものになってる、もうずるっといっちゃいました。普通にこけます。下手したらっていうようなものだったので、結構濡れた岩とか滑りやすい岩とかはちょっと不足かなと思います。はい。あと、やはり歩き方次第なんですけれども、かかとがきちんと固定されない、要は紐で結んでない、縛ってないので、ソールが高いので、ちょっとこれでぐらつくっていうのがね、結構私の場合ありました。結構危ないというか、歩き方かなり工夫したりとか、足の置き方工夫しないと難しいなってところでした。ソールのないタイプの直旅であれば、足を置いた時にぐらつくということはほとんどないと思います。なんでかっていうと、ほとんど足と地面の間にこういった干渉剤がないので、基本的に素足で足を置いているのと同じような感覚になると思うので、足と地面の距離が近いやつに関しては、あんまりぐらつくってことはないのかなと思います。で、そのぐらつきなんですけど、こちらの沢用の旅の場合、ぐらつくっていうのはあんまりないのは、一応ここにね、きちんと縛る、こういったマジックテープのベルクロっていうのがついてますし、で水に入ると、結構履くときは割とちょっとあるんですけど、水に入るとこの水の多分影響で、しっかり足にフィットするので、足の中で、足が中でぐらつくみたいなことは、こういった沢旅の場合はないなっていう感じでございました。次にね、耐久性なんですけど、耐久性の観点で言うと、若干脆いのかなというちょっと思いました。で、私これ参考でですね、2回か3回くらい使ったん
なんですけれども、結構ねこのソールとの、ね、接続部分、これ多分普通に糊でつけてる接着剤なんだと思うんですけど、ちょっとこうやっぱり力がかかるところが剥がれかけてる部分があるので、ちょっと長期間こういったものを使っていくっていうのは、特にこのソールがついてるタイプだと難しい、耐久性若干ちょっと問題あるのかなっていうふうに感じました。これは個体差とか個人差とかあると思いますが、私の場合はそんな感じでした。正直これ山でどんどん使っていこうかなっていう感じにはならなかったんですけれども、使い道としてはこれ結構市街地というか普通のアスファルトとかその街中を歩いたり走ったりするには結構快適な足さばきができるものだなっていうのを感じました。なので、例えばその街の中を長時間長距離歩くみたいな感じの時は結構これいいなと思っていて、やっぱり街中で使うとグリップ力もちょうど良くて、接地感もちょうど良くて、かつあんまりその疲れない、足裏にダイレクトに力が来て疲れるとかそういうこともなくて、本当にちょうどいいような感じになってます。平地を歩くだけだとあんまりそのぐらつきとかもないので、多少この足へのフィット感みたいなものがなくても、結構快適に歩けるっていうような感じだったので、結構平地で長距離とかでいう時はどんどん使っていきたいなっていうのが結局これ使った時の最終的な結論かなというふうに思います。